お疲れ。レピオジャパニーズポッキャスト第5弾だよね。このポッドキャストではリアルでカジュアルな日本語をちょっと聞き取りやすいゆっくりめのスピードで喋っていくから、もしカジュアルな日本語、それか俺みたいな喋り方をしたいって思うなら最後まで見てみて。こうやってじっくり見るのが一番効果あるように作ってあるけど、聞き流し程度でも十分いい学習にはなると思うから、このポッドキャストではフェイクな喋り方はしないから。皆さんこんにちは、日本語ポッドキャストへようこそ。今日はうんちを食べたいと思いますとかやんないからやんないから安心して今日のテーマ早速いってみよう。そう、字幕をもし英語字幕つけたい人はこっちかこっちに CC ボタンがあるからちょっと押してみて。今日のテーマは敬語話すのクソ疲れるっていうテーマね。敬語を話すのマジで疲れるっていうテーマについて、ネイティブの観点から話していきたいと思う。この動画の最後にお前は敬語が疲れるっていうことを理解して、さらにタメ口を学ばなきゃいけないっていうか、もうタメ口を学ぶのは必須だなっていう確信のもと、この動画を去ることになるから。この話をなかなか他では多分する人はいないと思うんだけど、俺はもう本当に正直に言うから、多分みんなこれビビって言ってないと思うんだけど、なぜならタメ口を教えないで敬語しか教えてないでしょ、あの人たちは。だから敬語を喋ると疲れるっていうことを言うと、もうその人たちが教えてることを否定することになっちゃうと思うんだよね。敬語が悪いって言ってるわけじゃないけど、ネイティブの観点から俺が敬語を喋るときにどういう気持ちになるのかを、日本語で話すから、面白くなると思うよ。まず第一に敬語を話してるときに俺自身が思うことは、なんか自分を演じてるように感じちゃうんだよね。もう友達と喋ってる時とはもう全く別の人格。そこにすごいギャップがあって、で敬語喋ってる時ははい、はい、はい、そうです、はい、そう、そうです、はい。わかる？この違いわかる？いきなりさはい、はい、なんかかしこまった感じっていうか、いきなりいい子ぶるっていう、いい子ぶっちゃうんだよね、敬語喋ると。わかるかな？敬語を喋るときはだいたい目上の人と喋るか、学校行ってたら先生と喋るか、でバイトしてたときは先輩っていうか、その目上の人と喋るっていうのがだいたいその敬語を喋るときのシチュエーションだと思うんだけど、友達と喋るときのこのギャップ、友達と喋ってるときはめっちゃ自分っていう感覚なんだけど、敬語を喋ってるときはマジでその友達と喋ってるときの自分と違いすぎて、マジでなんかわかるかな、偽物の俺って感じ。なんか社会で生き残るために偽ってる自分っていう感覚になるんだよね。社会の中で生き残るためには、いい子にならなきゃいけないわけよね。で、いい子ぶるじゃん。言葉遣いとかも、普段そんな言葉遣いしないのに、あえてなんか、かしこまった言い方とかしなきゃいけなくて。それがめっちゃ疲れるんだよね。例えばバイトしてた時は、本当に、もう常に敬語だから。一番最近してたバイトは同い年の人が、いたのかわかんないけど、ほぼいなくて、ずっと敬語を喋り続けなきゃいけない環境だったんだよね。もちろんそんな環境だったからさ、
バイト終わりマジで体力的にじゃないんだよ。精神的にクソ疲れるんだよね。もうペコペコしてんのが本当に好きじゃないっていうか。逆に俺が思うのは、なんかそういうペコペコしてる人たちを見て、なんでお前らはそんなに平気で、なんか、偽りの自分でペコペコし続けられるんだろうって、不思議でしょうがないんだよね。いや、なんかやりすぎっていうか、なんかそれが、その外国人たちが言う日本人めっちゃ優しいみたいな風に思ってるんだよね、大抵の場合はね。まあでも俺からしたらわかるんだけど、ネイティブからしたら、日本人が敬語喋ってる時の大抵は、本当の自分じゃないから。本当の姿じゃないから。敬語って、会ったことない人とか、知らない人にも俺らは使うんだけど、やっぱ、そういう、小さな会話、日常で起こる、店員との会話だったり、そういうのがやっぱり、どうしても、薄っぺらく感じるんだよね、俺には。もう上辺だけの会話みたいな。中身ない。ただただ、思ってもないでしょ、みたいな。そういう風に感じるわけよね。まあだから建前ってやつよ。日本語で言う建前。建前の言語だなって、敬語は。めちゃくちゃ思う。だから建前の言語ってことは、結局、敬語っていうのは距離を置くための言語なわけよね。あなたとは距離がありますよ。それか、あなたは私より上ですよ。っていう意味で敬語を喋るから、まあそれは疲れるよね。普通に考えて、そういう状態、そういう心の状態で話してると心が休まるわけないんだよね。友達といるときはリラックスして、敬語も喋んない。タメ口でずっと喋り続けんじゃん。全く疲れない。わかる？なんか、全く疲れないし、一つ一つの、褒め言葉だったり、まあそういう嬉しい言葉もより心に響いてくるし、より自分でいられるっていう感覚があるんだよね。この敬語のせいで起こってる人と人との距離、知らない人との距離、海外から帰ってきた時に毎回めちゃくちゃ感じるんだよね。うわ、やっば、みたいな。人冷たって思っちゃうんだよ、俺は。海外に行けば、英語を喋るわけやん。英語を喋るじゃん。英語にさ、敬語とか、興味ないじゃん。その、ストレンジャー、知らない人と喋るとき、キャッシャーでも、会計してる人と喋るときでも、敬語なんて存在しないから、もう普通に、距離がより近いっていうか、より人間の温かみを感じるっていうか、スウェーデンでバスを待ってる時かな。ベンチで座って待ってたんだよ。そしたら隣に座ってさ、多分60、70回のおじさんかな。話しかけてきて。でその人なんか、どっから来たのとか、Where are you from? 俺の息子日本好きなんだよねとか、英語でね、言ってきてて。で、まず喋りかけてきた時にその距離を感じなかったし、普通にいつもの英語で返せるじゃん。だからこっちもその相手を無駄に上に見たりせずに対等関係っていうか人間と人間として喋れるから、なんかめちゃくちゃその一個一個の日常で起こる小さい会話が海外だとめちゃくちゃ温かいなってもう毎回行くたんびに思うんだよね。なんか知らない人とこんなにラフにフランクに話せんのいいなって毎回思うんだよね。でも日本だと少なくとも俺らはもう教育で敬語を喋れ。お前知らない人には絶対敬語で喋れみたいな、そういう敬語をもう脳みそに植え付けられてる状態で社会に出るわけよ。そうなると一人一人との壁でかくなるわけよね。東京は特にそうで、田舎に行くとちょっと違ってくるんだけど、田舎に行くと近所間の距離が近いわけよ。でそれなんでだろうって今思い返してみたんだけど、
ほとんどの割合、年の差があっても、タメ口で話してる人が多いと思うんだよね。だからあんなに仲良くて、温かいコミュニティが田舎にはあるのかなって、俺はちょっと今思ってきたね。理にかなってると思うんだよね、これ結構。敬語が作る壁っていうのは多分結構いろんな日本人の人を疲れさせてるっていうか、なんか余計に堅苦しくさせてさ、なんか余計に人から幸せを奪ってんじゃないかなって俺は思うんだよね。日本人の年上と遊ぶとき結構むずくて、だから遊ぶってことはそれなりの距離が縮まんなきゃいけないわけやん。だからもうなんだろう、敬語すぎてもおかしくなるし、タメ口使ってもちょっと失礼かなっていうのを思っちゃうわけよね。だからめっちゃむずいんだけど、そういう時に俺はもう器用じゃないから、そのスムーズにタメ口に切り替えるってよりはもう聞いちゃうね。タメ口でいい？タメ口でいいっすかって聞いちゃう。でも最近 Rap You Community を始めて、50歳くらいのアイラっていうめっちゃ日本語が上手いメンバーがいるんだけど、そのアイラは毎週のようにグループコールに参加してくれて、本当にめちゃくちゃ日本語上手いの。だから俺も日本人と喋ってるかのようにな感覚で喋れるんだよね。でも俺の日本語ラップコミュニティはカジュアルジャパニーズを教える、を学ぶっていうのが大前提のコミュニティだから、入りたかったら概要欄にリンクあるからそこから入ってみて。普通だったらもう敬語喋るの当たり前の年齢差なのに、タメ口で話すわけよ。そうするとね、めちゃくちゃ面白いなって思ったのが、心の距離がもう全然、敬語喋るときってやっぱり全然違うんだよね。こんな年上の人とこの距離で話せんの、やばいなっていうか、めっちゃ新鮮な感覚っていうか、なんなら結構嬉しかったんだよね。初めて日本語でこんな年上の人と、だから家族とか以外、おじいちゃんとか、おばあちゃんとか以外でさ、こんな年上の人と敬語を使わないで話せんのめっちゃいいなっていうか、日本全体がこうだったらいいのになってめっちゃ思うんだよね。で、この日本語を教えるのを始めてから余計にそういうの感じるようになって、だからこうなんだっていうか、だからこんなに疲れるんだ、敬語って。だからタメ口がないとお前は幸せになれないのは、もう都市伝説とかじゃないよ、これ。これ事実だから。日本人のバックグラウンド、育ち、カルチャーとかそういうの全部基づいて、このタメ口が仲いい人と使う、本当の自分でいる時に使う心の言語。タメ口は幸せになりたいなら必須だよ。じゃないと、ずっと距離がある状態で日本人と接することになるわけだから。タメ口が喋れないと日本人との距離を縮めるのは無理だよ。その日本人が英語を喋れない限り、距離を詰めるのは無理だね。日本来て友達作っていいソーシャルライフ送って幸せになりたいなら、タメ口はマジで欠かせないから。本当に。ちょっとはなんで俺がタメ口を教えてるのか、タメ口しか教えないのかっていう理由を分かったと思うから。あと、コースとコミュニティ作ったから、この2つはマジで最短でカジュアルジャパニーズをマスターしたい人、タメ口をマスターしたい人のために作ったから、マジでマスターしたいならこの概要欄にリンク貼ってあるからチェックしてみて。次は何を話そうかな。なんか話してほしいことがあったらコメント欄で教えて。じゃあまた次の動画で会おう。お疲れ。